皆さんとは40年以上のお付き合いかな。まあこの道いうことになると60年以上かな。昔からお安かったです。昭和50年代から一番いいね。癖になるもんね。昔から出汁の効いたつゆと安さと本当に癖になる美味しさ。うどんは安いです。毎日ぐらい来るよ。そうなんですか。早くてお手頃、美味しい。それどころ。十番家庭の方が古い。十番家庭の方が古くて、ここのお店は40年ぐらいです。多分20年ぐらいやって、こっちがメインでやって、向こうは妹さんの方でやっててみたいな感じですね。僕いとこなんですよ。父の妹の家族で、新しくできた方は親父とおじいちゃんとかいてみたいな感じで別れてみたいな感じですね。おはようございます。何人分ぐらいの麺を仕込むんですか。粉のキロだと、はい地面が27キロとうどんが50キロぐらい、中華そばが75キロ、ここなのね。大体それが平日の消費量。夏と冬でまた中華とこっちが変わってくるんだけど。
作らんでもポジションまでやった方がいいんだけど。もう何年ぐらい天ぷらのお店をやられてたんですか？市場で、45年ぐらいやったかな。稲屋さんにはね、お得意さんで毎日天ぷらを作って納めてたんだよね、ここへ。でそれが自分がだんだん年を取ってきて、お店が継続が大変だから、ならこの稲屋さんに納めるだけでやろうかいうことで自宅でやってたんだけど、それもだんだん年を取ってきて、この稲屋さんとは40年以上のお付き合いかな。だからおうどん屋さんだから天ぷらいうのはつきもんだからね、どうしてもお炊くのがいいからいうことで、父が覚えてやりますからいうことで教えてくれっていうことで始めたんですよ。でそれでここへ来て、今3ヶ月ぐらいやったけど、だいぶ揚げれるようになったんだけどね。そういうことです。わかりました。この道いうことになると60年以上かな。今82歳なんですよ。全然見えないですね。いい、そうなんです。私の技術を少しでもつないでいただいて継承していただければいいかなと思ってやってるんですけどね。運ばれるところを撮らせていただいたんで。そうだね。はい。そう言われてみればそうだな。40何年自由が丘さんもそうだったんだね。鶴屋という名前でやってたんだけど。油に粉を溶いて入れれば天ぷらになるんだけど、形を作ってやろうとするとシンプルがゆえに難しいよね。山田さんが作るそのかき揚げとか天ぷらってどういったことに気を使って作られたりとかされてるんですか？今はみんなフライヤーやなんかで揚げてるよね。そうするとどうしても酸化してくるからたくさんの油だから、私ら覚えた時はみんなこういうお鍋だったんだけど、こういうお鍋で揚げてるとあっさりした天ぷらいうと面白い難しい表現の仕方なんだけど、口に残らないっていうのかな。あっさり喉に残らないよね。そういう天ぷらが一番を目指してるんだけどね。これはもうこの中に一升も入ってないから、絶えず新しい油ばっかりをってるから、食べていただくと分かるけど、なんとなく違うと思うんだけどね。かき揚げの具材って何が入ってるんですか？網エビと人参と玉ねぎと三つ葉と野菜が主だな。網エビはだしみたいなもんだな。昔から変わらずそのそう、この具材で高級なね、例えばエビでも皮むいてスッと揚げれば美味しいに決まってるもんね。それはそうじゃなくて、大衆な商品をいかに自分が考えて作って美味しく食べてもらえるようにするかっていうのがテーマは美味しさのそれが一番素材の味っていうのはすごく生きてると思うんだよね。でも揚げ物いうのはね、特に新鮮さ、揚げたてが美味しいからね。こんだけな暑さがあっても中まで火が通ってないとダメなんだよね。中が団子みたいになっちゃいかんのだよ。例えばエビ天でもスッと揚げてお塩をパッと振ってパッと食べた時に口の中入って衣の溶け具合っていうのかな。それが天ぷらの生命だね。エビが美味しいとかそうじゃなくて、やっぱり天ぷらだから衣上がり加減っていうのが生命だから、衣がなかったら唐揚げだりね。もうどんどん高級化されてって品物ばっかりがあれされるのに、いやそうじゃないんだよって。かき揚げの次は何を揚げられるんですか？今はかき揚げだけ。それはエビ天とかき揚げとでやってるよね。女房と娘たちもいますよ。女房も80過ぎだから、今は何もやってないけど、愛東県に行ったり、ボーリングに行ったり、私もゆうべはもうボーリングやってきたんですよ。そんなに上手でもないけど、でも180ぐらいは出るかな。今でもこんなに元気でやってれるかな。
良かったですね。稲谷さんが山田さんの技術を継承して。それ本当にね、自分たちが何十年もやってきたところをこれで終わりかなと思ったら、このお兄ちゃんたちが僕はやりたいって教えてくれるって言ってくれたから、ここでちょこっとでも覚えていただければ次につながれるかなと思ってね、期待をしてるんだけど、でもここも天ぷらがなきゃ商売にならんから、なんとかやるよね、嬉しいなと思ってるんだけど。10時から結構ポツポツ来始めて、その時まだ結構みんな準備してるんで、バードさん準備しながらお客さん対応してみたいな感じで、早い時本当早いですけどね、もう10時半とかにもう30人40人ぐらい回ってくるみたいな時もありますね。ジャンボです。すごい、うどんっぽいというか。はい作ってる量も少ないですよ、ジャンボは。きしめんとかうどん、他のと比べたら出ないから、人気ないって言ったらやりますけど、看板メニューだけど、そんなに数は出ないです。今までで一番来られた人の人数とかって分かります？回数とかでもいいんですけど。土曜日とかだと普通に1000人とか5000食とかで年末5000ってすごいっすね。休んでる暇ないですよね。休んでる暇ないです。休んでる暇ないです。人気のメニューって何かありますか？味噌系が多いんですけど、お客さん多いんでやっぱみんなそれぞれバラバラって感じですけど、中華そばとか味噌汁とか中華麺に天ぷらっていうのが結構おすすめです。意外となんかイメージないですよね、中華麺に天ぷら。はい。火曜日だけカード入って的に丼溜まって、ああ、バタバタだったの。一番人気です。冬だともう圧倒的にこれですね。
はい、お願いします。どっちで？20秒ぐらいでできます。タイミングが良ければ。全部で7個でいいかよね。それを3個。3個。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい。はい、一口目です。安いので気をつけてください。ランニング。いつも向こうばっかりやけど、相方がおらん。ありがとうございます。すみませんでした。はい。中華柔らかめでお願いします。中華大。
お願いします。中華大、味噌串大。お願いします。うん、かけそば、かけそば。出ますか？うん、かけそばだよ。あったかい子だよ。はい。少しあります。ざるきし大味噌きし2杯。薄力粉だけでいいんだけど、天ぷら粉を少し混ぜると微妙に違うんだよね。長い間付き合ってもらってご苦労様だったね。味噌うどんです。味噌きし大。一つ大。味噌鍋を3つで。3個。はい。味噌鍋を2つ。はい。はい、お願いします。はい。ありがとうございます。やっぱり。よくお二人は来られるんですか？月に
23歳ぐらい、もうね、40年ぐらい前。昭和50年代から。稲谷さんのお好きなところってどういった部分ですか？まず味。味はいいね。昔からお安かったです。はい。はい。びっくりした。ありがとうございます。はい。牛丼の大盛りですね。はい、どうぞ。そこそこごめんごめん。32杯。はい。うどん大。よく来られるんですか？最近知って月に2回ぐらいは家族で来ますね。家族で来ても回転早いんですぐ入れるんですよ。で、安い。うどんは安いです。ありがとうございます。味噌汁普通盛り天玉で、はい、2杯で。味噌中華の天玉で。はい、ありがとうございます。豆が4つ。はい。
きしめんを2つ。わかりました。お待たせしました。しょっちゅう来ます。昔から変わらない出汁の効いたつゆと安さと、僕は個人的にこの味噌が好きなんですけど、本当に癖になる美味しさ。実家が長久手で実家の近くなんで、実家に来るときは必ずここに、実家にいたときは週1ぐらいのペースで来てました。そう、実家に来るイコールここに来るっていうお願いします。はい。お投げ入れときます。きしめん味噌中大。ありがとうございました味噌うどん2杯。味噌中、ざる中大。お待たせしました。味噌中華になります。はい、わかりました。いただきます。2杯とも飲むよ。毎日ぐらい来るよ。そうなんですか。早くてお手頃、美味しい。それどころ。ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。ざるそばです。うん、大体一緒。ありがとうございます。はい。
ね。まあそらどっちにしても7時間あるでね、7時間はかかることはないけど、それからこのほか頑張ってあげるからね。出ます。ありがとうございます。慣れてないです。難しいなと思って。最近五代さんの感じですか？あ、そうですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、無理言って。五代さんは高知県にある山の名前です。実在している山です。偶然というかこの辺りで探しておりまして、縁があって不動産屋の方から紹介された場所がここで、岐阜で108年間やってた蕎麦屋の跡地っていうお話を聞いた時に、ちょっと一回見せていただいて、本当に素晴らしい物件だなと思って、もうそこはもう即決で決めました。108年出汁を取り続けて出たところで、うまいことうどんとこうつながればいいんじゃないかな。手打ちでしかできない加水率の高さ、機械って加水 45% ぐらいまでしかできないんで、それを54とか55とかできる限りもちもち感を出したいんで、生地作りはもう何年か前からやってたんで。お店を出すために？そうです。僕はもう年とともにラーメンよりだしとかうどんの方を食べるように10年前からなってたんで、うどんが自分が好きすぎて、こういううどん食べたいなっていう、自分がいいお店見つけたらそこのお店のいいところをこうアンテナ張って練習してましたね。ただ修行とか行くわけにいけなかったんで、やっぱりそこは独学っていうか、マイワシ、カタクチとか、漁師さんが海で煮干しを取ってすぐ港に行って釜揚げにしてっていうのが一番いいんです。混合節です。ウルメ、煮干し、カツオ、サバ、味、鮮度がいいと濁りにくいです。おでんはもうとにかくバリエーション多いと思います。普通の100円です。おでんはタイミングよく釜揚げが出せない時あるんで、時間待ってもらうとかもあるんで、できる限りその間ちょっとでも楽しめるアイテムが価格ねさらにあれば。そうです。筋肉です。もう肉うどんは筋です。最強の筋です。国産です。単一の新米って決めてます。ブレンドと小米は使わないです。炊き込みとかやりますんで、新米の精米したて。
結構力がいる作業だと思うんですけど。いりますね。はい。生地は伸ばすのは柔らかいので、そんなに力いらないんですけど。今も三条と入り。はい、そうです。どっちも楽しいです。製麺作りで失敗ってしたことありますか？いろいろありますよ。あ、そうなんですか。はい。水分の水の量とかもなかなかそれで合わなくて思った生地にならなかったりとか、生地にもちもち感を出すためにそういう工程があるんですけど、揉まずに手のひらで混ぜるだけっていう。半年前ぐらいですか。あ、そうなんですか。から私たちもちょっとうどん打つ練習をしたりとか、はい、はい、し始めて寝かせた生地です。オッケー。かき揚げ用の玉ねぎでいっぱい切ります。やっぱ出ますか、かき揚げが。もうすぐなくなります。肉うどん1ではい。かき揚げかけ2と舞茸と肉で6枚ぐらいお願いします。かけ入ります。はい。
上がります。ありがとうございました。かき揚げです。お願いします。肉とかき揚げ。ありがとうございます。かき揚げです。お願いします。野菜1お願いします。ごちそうさまでした。ありがとうございます。おでん大根味染みてて美味しかったです。製麺になりましたか？いや、そう慣れてないです。難しいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お預かりします。
100円のお返しです。はい、ありがとうございます。またお待ちしてます。時計2本で。だから、ここ全開じゃないけど。一番さん、肉冷やです。お願いします。肉野菜です。お願いします。いや、かつおいしいけど。はい。美味しかったです。ツルツルしてて、近かったんで初めて来たんですけど、また来たいと思いました。大体いつもこんな感じの混み具合ですか？そうですね。すごいですね。三条みたいです。今夜も投資で営業でしょ？投資でやってます。年中無休で。ありがとうございます。お待たせしました。かけうどんですね。最近五代さんの感じですか？あ、そうですね。うどん屋さんとラーメン屋さんってどっちの方が仕事大変ですか？大変なのはラーメンの方が大変かもですけど、体力って感じです。もちもち感、太いとか細いとこがあっていいね。その方がなんかそう、お姉さんが切ってるとこ見ながら、あ、お姉さんが切ってくれたんだってなんかあと出汁もね、美味しいですよ。皆さん製麺できるんですか？
らっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうした？かき揚げうどん。お願いしました。お待たせしました。冷やしのかき揚げに。刺身用です。お入れてください。はい。はい。はい。かけかしわです。肉ちくわです。あ、そうですね。もうずっと毎日練習して。ありがとうございます。いらっしゃい。ありがとうございます。7番さんかけようと。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。おはようございます。はい、お待たせですね。どうぞ。お待たせしました。はい。ごゆっくりどうぞ。ブレンド一つ。はい。美味しいです。刺し屋じゃない。文字でそんだけついとるのでしょうね。美味しいし早いし朝からうどんが食べれるっていうのに幸せですね。この内容がいいですね。満足満腹です。野菜かき揚げ、ネギかき揚げ、揚げたてです。どうぞ。薬味の何入れていいですか？味も美味しいし、店の雰囲気もいいです。ありがとうございます。
身が広島広島で地元が小塚っていう最後の地名がつくんで。創業はいつになるんですか？創業がですね、12月の20日でまるっと13年になります。仕事でもともと愛知県にいたもんで、ずっと店舗探してて、ここなら商売成り立つかなと思って、イタリア料理が好きで、料理の学校出て、イタリア料理をしました。そうなんですね。で、パスタの麺とかも作ったりしてたもんで、麺って時間勝負なとこあるじゃないですか、生き物みたいなとこ。そういう感覚は若い頃からあったんで、うどん屋自体を始めたのはここが初めてです。やっぱもう13年間あげて、最初から比べるとずっと変化はしてるのは変化してます。もう10年ぐらいですかね、落ち着いたのが。自分でもうこの形で大体いけるなと思う感じになったのが、3、4年前かなっていう感じがします。小麦粉はさくらの夢にせん ASW と香川のさぬきの夢のブレンドの粉を使わさせてもちもちっとした弾力のあるコシで小麦の香りが鼻に抜けるようなうどんを目指しているのは目指します。はい。
ありがとうございます。ドーナツで、かきそばであったかい。はい。ホットで。ありがとうございます。今日は YouTube の人なんですよ。じゃあはったてで。はいどうぞ。はい今日のですね、ありがとうございます。中ではい。はいどうぞ。はいちょうどですね。はいありがとうございます。天むすで。天むすで。はい。高いぶっかけの中で。中で。はい。はいいらっしゃいませ。はいどうぞ。はい、テーブルのステージアップネーム。はい、お待たせしました。お二人はよく来られるんですか？よく来られるんですか？毎日。あ、そうですか。こう歩いてくると25分だった。お味とかどうですか？いいわ、好きやろ。これが一番あっとる。一番私にあっとる。どうぞしましょう。はいどうぞ。300円のお買い上げ。モーニングのサービスっていつからされてるんですか？3年目ぐらいの時ですかね。香川とかだと結構朝早くからやられてるじゃないですか、うどん。ちょっとうちも朝やろうかなと思った時に、うどんだけ出すんだと多分おそらく定着しないかなと思って、で、こちらモーニングの文化あるじゃないですか。で、それに合わせてうどんのついたモーニングを提供できたらなってことで始めました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
今、テームスモーリングで。はい。今の何が良かったですか。ホットコーヒーで。ホットコーヒー。おうどん、かけうどん、こちらどちらにされますか。かけうどんの温かいのでお願いします。はい、お待たせしました。どうぞ。美味しいですか。美味しい。他のお店と違うところとかってあるんですか。このあれがね、俺は一番合う。出汁とか味が。そう。うん。15人、20人表に並んでもね。それだけの価値が。と並んでもね、食べたい。どちらのモーニングされます？2のモーニングですか？ありがとうございます。ありがとうございます。なかなか。すごい気遣って。何が人気ですか。おにぎり明太子が人気かな。2日ぐらい寝かして練って束にしてるのを冷蔵庫に寝かしといて緊張ちょっと解いた状態で切るようにしてます。機械でプレスするんで緊張が強くなりすぎるんですよ。
日前2日前先に練ってるのを順次出して切っていくような感じで。今日何人分の製麺するんですか？今日が140かな、今日。はい。土日祝が600ぐらいですかね。すごいですね。いらっしゃいませ。おはようございます。ホット一つでいいですか？はい。ごゆっくりどうぞ。アイスティーとアイスコーヒー。はい。お待たせしました。お待たせしました。ドーナツモーニングで。かけうどんのあったかいの。飲み物はどうされますか？お待たせしました。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。うどん屋さんでモーニングやってるところってあんまりないじゃないですか。朝からバランスよく食べられたりとか、そういうのところとかですかね。お二つ。アイスコーヒーとホット。で、おうどんが。お待たせしました。はい、ありがとうございます。お待たせしました。モーニングでよかったですか？どちらのモーニングにされますか？ドーナツモーニング2つで。はい。僕はついてる。お待たせしました。おはようございます。お待たせしました。お会計は別々ですか？
の状態で少し寝かせるんですか？練ったばっかりなんで生地が緊張してるんで、ちょっと緩むまで1時間から2時間ぐらいこのまま置いといて、緊張が緩んだら今度プレス作業に入っていきます。ブレンド一つ。はい。アイスココア2つ。アイスココア2つ。かけの冷たいの3つと温かいの1個。はい。いらっしゃいませ。こちら温かいのですね。違ったら変えてくださいね。仕事終わりに夜勤がある仕事に明けです。あ、そうなんです。そうです。はい、連れてってもらいました。今日初めて。どうですか、お味。美味しいです。美味しいもの。優しい味やね。モニでこんだけついとるのですよね。そうですね。お待たせしました。はい、ありがとう。300円お返しです。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。美味しいし早いしみたいなし、朝からうどんが食べれるっていうのは幸せですね。これあったかいの。かけでいいですか？はい、かけが赤いの。お飲み物。リンゴジュース。はい。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。この内容がいいですね。お味の方どうですか？もうバッチリです。満足満腹です。この辺にお住まいなんですか？いや、元寿司です。結構じゃあ遠いですよね。ここまで来てますね。30分かけて、30分かけて。すみません、今日はありがとうございました。お気をつけて。はい。常に天ぷら揚げてるっていう状態なんですか？そのようにしたいので、ちょっとずつ揚げて、あまりいっぺんにダーッと揚げないようにしてます。ありがとうございます。
がとうございます。は何回ほどかけるんですか？4回かけるんですけど、3回目でもう緊張がかなりきつくなってくるんで、ちょっとこれで5本ぐらい放置しとって、ちょっと緩んでからもう1回最後これじゃないともう緊張してて畳めないです。それを手と同じような状況にちょっとでも持っていく方がより美味しくなるかなと思って一応考えてはしてます。はい、お待たせです。どうぞ。鮭の台は温かい方ですか？はい。お待たせです。どうぞ。はい。とろ玉ぶっかけの冷たいの台。はい、お待たせですね。とろ玉冷やですね。はい、この玉ごめんなさいね。今余ってきたんで、7、8分ください。はい、お待たせしました。前失礼しますね。こちらのだしをかけてお召し上がりください。1本の波ください。高いの。はい。はい、薬味の中に入れてよろしいですか？はい。はい。はい、お待たせです。家が近所やもんで、うどん食べたいなって思った時は必ずここ来ますね。うどんがまず美味しい。いろんな種類があっていいですね。暑い時とか寒い時とか、そのシーズンでいろいろ分けて食べたりとかいいですね。あったかいの？波あったかいの？はい、お席にありますね。お醤油かけてお召し上がりくださいね。はい、お待たせしました。はい、お席にありますね。お醤油かけてお召し上がりくださいね。はい、チーズ釜玉です。冷たい台です。はい。はい、お待たせです。きつねうどんですね。きれいです。野菜かき揚げ、ネギかき揚げ、揚げたてです。どうぞ。はい、どうぞ。
らっしゃいませ。はい、お待たせね、お一つ目ですね。はい、お待たせですね、どうぞ。ネギおいくつ入れます？あと一つ。はい、お待たせね。お席お持ちしますね。大阪肉ぶっかけうどん。あったかい何ですか？あったかい。はい。はい、温玉肉ぶっかけですね。はい、どうぞ。はい。うまいな、ネギ。お気に入りのメニューとかってあるんですか？この人はこのネギのかき揚げ。僕もこれ。あ、そうなんです。味の方どうですか？なんか美味しいよ。まあほぼ平日はそうなんですか。ここへ来ておろしぶっかけうどんを食べとるもんで、店側の人も注文ね言わずにもう出されるもんで、うまいです。小塚屋さんのなんかこう魅力ってどういったところなんですか？ね、お客さんの呼び込みというか、心をこう寄せるような感じで、味も美味しいし、店の雰囲気も大変ねいいです。いらっしゃいませ。薬味の念に入れていいですか？はーい。はい、お待たせですね。梅干しうどんね。はい。次の方は薬味の念に入れていいですか？いらっしゃいませ。はい。あったかいのいいですか？はい。ありがとうございます。気をつけて。あったかい波で。はい。はい、お待たせね。わかめうどんですね。あ、ごめんなさい。おろしうどんね。はい。あったかい鯛。はい、あったかい鯛です。自家製揚げたてどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お待たせね。梅おろしうどんですね。はい、お待たせですね。ごめんなさい。お待たせいたしました。はい、波が冷たいな。はい。はい、薬味のネギは入れていいですか？はい。はい、お待たせですね。梅おろしうどん冷やですね。ネギ入れてよかったですか？はい。はい。